は、セリナです。今回はベアミネラル様より11月1日より発売されるホリデーコレクション2023ベアオーシャンからミネラリストオーシャンワンダーズアイシャドウパレットをギフティングいただきましたので、発売前に一足早くご紹介していきたいと思います。今回もアイシャドウパレット1色ずつの単色塗りをご紹介した後に2パターンのメイクルックもお見せしていきますので、少しでもカラー選びや質感についての参考になれば嬉しいです。また、こちらのアイシャドウパレットと同時に発売をするホリデー限定のチークパレットに含まれている一部カラーもご紹介していきますので、ぜひこちらもチェックしていただけたら嬉しいです。また、こちらのチャンネルでは他にも各ブランドのクリスマスコスプレをご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ベアミネラルホリデーコレクション2023ベアオーシャンザ・ビューティー・ビニース。光の加減で表情を変える海のブルー、ピンクやコーラル、グリーンのカラフルなサンゴ。2023年ベアミネラルのホリデーコレクションは、美しくも活気に満ちたオーシャンの世界へあなたを誘います。ヴィーガンフォーミュラ、動物実験不実施のクリーンなコスメが大切な人へ。肌と地球環境への優しさも添えて特別な思いを届けます。美しい海、環境を次世代につなげていくこと。ベアミネラルは今年もホリデーコレクションを通じて売上の一部を海洋自然保護団体へ寄付し、世界中にコスメから始めるサステナブル活動の輪が広がることを願っています。ご紹介していくのはこちら、ミネラリストオーシャンワンダーズアイシャドウパレット。ミネラリストアイシャドウのホリデー限定パレット。海のブルーにサンゴのピンク、透け感あるきらめきで水に濡れたような幻想的な眼差しに。それでは早速、ミネラリストオーシャンワンダーズアイシャドウパレット。まずは1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてカラーをご紹介していきたいと思います。上から順に1色目、インレット、ダークグレー、メタリック。今年のホリデーはこういったグレーやブラックなどのカラーが含まれているパレットも多いですよね。ベアミネラルのグレーはこんな感じで結構しっかりと発色してくれるタイプですが、しっとりとしている粉質なので、まぶたの上でもグラデーションを作りやすいです。はい、まずは1色目、インレット、メタリック質感のダークグレーのカラーはこんな感じでした。手元で見た時と同様のしっとりとしていて高発色な粉質だったので、これからの目元の乾燥が気になる時期にも安心して使いやすそうです。指で塗ってもこんな感じで絶妙なふんわり感が残ってくれるような質感でしたが、発色はしっかりとしているので、カラー調整が苦手という方は指塗りよりもツール使いがおすすめかなという印象でした。ふんわりとしていて透け感のあるグレーのベースにゴールドやレッドのラメがキラキラとアクセントで光るところがとても可愛いです。強いグレーというよりも柔らかくて上品なグレーといった感じの印象でした。続いて2色目、タイダル、ディープグリーン、マット。こちらのカラーも手元で見た時にかなり発色が良かったので、少量を指にとってのせていますが、こんな感じで少量でもしっかりとまぶたの上で発色してくれるタイプですね。ブラシを使って塗る方がカラー調整がしやすい感じがします。はい、2色目、タイダル、マット質感のディープグリーンはこんな感じでした。こちらのカラーはしっとりとしていてかなり高発色なマットタイプだったので、指よりもブラシなどを使って仕上げた方が綺麗に仕上がるかなという印象でした。ブラシに取ったものを手の甲で調整して塗っていってもこんな感じで、しっかりとパレットを見たままのようなカラーがまぶたでも発色してくれます。肌の上にのせてみると、グリーンのニュアンスも感じるような鮮やかなブルーといったイメージに発色してくれました。アクセントになってくれていいですね。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。
続いて3色目、アクア、シーグリーン、サテン。こちらはこのパレット唯一のサテン質感です。しっとりとしたパールのツヤをしっかりと感じることができます。華やかでとても可愛いです。はい、4色目、サテン質感のシーグリーンはこんな感じでした。このパレットを見たままのような鮮やかなグリーンカラーとメタリック感がそのまままぶたに乗ってくれて、微細なパールとラメによるツヤがものすごく綺麗です。明るめのグリーンカラーですが、高発色なタイプなので、白っぽくならないところも使いやすいポイントだなと感じました。アクセントに加えるのにものすごく可愛いんじゃないかなと思います。続いて4色目、ビーチ、コーラルピンク、マット。同じマットタイプのタイダルよりもカラーのニュアンスが柔らかいので、指で塗ってもこんな感じでなじませやすいです。はい、4色目、マット質感のコーラルピンクのカラーはこんな感じでした。こちらのマットタイプはカラーのニュアンス的にも指でも問題なく伸ばすことができましたが、それでもかなり高発色で、通常こういった柔らかいニュアンスのピンクカラーはパレットで見るよりももう少し淡く発色したり白っぽくなってしまうものも多いですが、きちんとパレットを見たままのようなピンクカラーがまぶたに乗ってくれるところがものすごくいいなと思いました。マット質感でこのくらいしっかりとピンクが発色するアイテムはなかなか珍しいんじゃないかなと思います。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて5色目、ホライズン、ルミナスピンク、メタリック。こちらのメタリック質感は1色目のメタリックよりもさらに大粒のラメのきらめきを楽しめます。はい、4色目、メタリック質感のルミナスピンクのカラーはこんな感じでした。1色目にご紹介したダークレッドのメタリック質感はふんわりとしたベースにラメがキラキラと輝くような感じでしたが、こちらのメタリック質感は透け感のあるベースにしっとりとしたピンクやブルー、グリーンなどの多色のラメがぎっしりと詰まっていて、ラメによるきらめきをしっかりと感じられるような質感でした。一気にホリデーらしい華やかな雰囲気に仕上げてくれます。ただこちらのカラーもかなりしっとりとしている粉質なので、ラメが綺麗に定着してくれてざらつきも気になりにくいです。そして最後6色目、サンド、クリーム、マット。こちらはかなり肌なじみがいいカラーです。はい、最後6色目、マット質感のクリームのカラーはこんな感じでした。今回のパレットは全体的にしっかりと発色を楽しめる高発色なカラーが揃っていたので、こちらのようなベースを整えてくれるカラーが入っているとカラー調整もしやすくてとても使いやすいなと思います。5色目と6色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。続いてこちらのアイシャドウパレットと同時に発売されるチーク、ハイライト、ブロンザーがセットになったチークパレットの中に含まれているハイライトとブロンザーのカラーもギフティングいただいておりましたので、一部カラーのご紹介にはなってしまいますが、実際のカラーや質感などお伝えしていきたいと思います。まずはこちら、ジェンヌードハイライター、ピーチグローのカラーがセットされています。こちら側の C ゾーンにハイライトとして塗っていきたいと思います。こちらのカラーはこんな感じで、一塗りでもふんわりと柔らかいコーラルのカラーが発色してくれます。はい、こちら側半分にホリデー限定のチークパレットに含まれているジェンヌードハイライターのピーチグローのカラーを塗ってみました。一塗りでもしっかりと柔らかいピーチコーラルのカラーが肌に乗ってくれるので、ハイライトで血色感を出したい時にはもちろん、ナチュラルな印象に仕上げたい時のチーク使いにも活躍してくれそうです。そしてこちらもアイシャドウと同様のしっとりとしている粉質が肌に綺麗に密着してくれるので、粉っぽさを感じることなくしっとりと仕上がっています。これからの乾燥が気になる時期にもとても使いやすい粉質です。そして近くで見てもしっとりとしているパウダーが肌に溶け込みつつ、パールやラメ感などはかなり微細なので、毛穴も悪目立ちせずに使いやすいです。
やはりベアミネラルのアイテムはこのしっとりとした粉質がとても魅力的ですよね。では続いてこちら側にはジェンヌードブロンザーのキスオブスパイスのカラーを塗っていきます。頬の広範囲にブロンザーとして塗っていきます。こちらもピーチブロンズというカラーで、反対に塗っているピーチコーラルのハイライトとの相性もかなり良さそうです。はい、こちら側にはホリデー限定チークパレットに含まれているジェンヌードブロンザーキスオブスパイスのカラーを塗ってみました。こちらのカラーも反対に塗っているハイライトと同様、ツヤがものすごく綺麗ですよね。ブロンザーとして広範囲に塗ってみましたが、こちらのカラーを入れるだけで一気に顔に立体感とメリハリが出てくれました。そしてこちらも近くで見てもこんな感じで綺麗にツヤが出てくれていますが、パールやラメは控えめなので広範囲に塗っても全く毛穴の割れ目立ちは気にならなかったです。強いパール感やラメ感でツヤを出しているというよりも、しっとりとしているパウダーを磨くようになじませて作ったツヤといった感じなので、パール感やラメ感が苦手という方にもとても使いやすいんじゃないかなと思います。ヘルシーな印象ですが、ほんのり可愛らしさもあって、とても絶妙なカラーだなと思いました。はい、こんな感じで今回はジェンヌードブロンザーを広範囲に塗った上にジェンヌードハイライターを重ねてみました。こちらの2色だけでもしっかりと顔に立体感が出てくれて、ヘルシーさと柔らかさのバランスが取れた肌に仕上がったと思います。ホリデーで発売されるオーシャンサンセットグローチークパレットは、今回ご紹介したこちらの2色と限定のチークカラー1色の計3色がセットになっています。1色ずつ単品で購入するよりもかなりお得なセットとなっておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。ではここからはミネラリストオーシャンワンダーズアイシャドウパレットを使ったメイクを2パターンご紹介していきます。まず1つ目のメイクです。まずリーチのカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。このマットタイプでこのくらいしっかりと発色するピンクカラーがなかなか珍しくて可愛いなと思ったので、1つ目のメイクルックではこちらのカラーをメインに使っていきます。指でこのくらいしっかりと発色させていきます。続いてインレットのカラーをブラシに取って上まぶたの目尻3分の1に締め色として塗っていきます。指でふんわり発色させても可愛かったですが、今回はピンクの柔らかいニュアンスに自然に影をつけていきたいのでブラシで塗っていきます。ピンクとグレーの組み合わせも大人っぽくて可愛いです。最後にアクアのカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心に目を開けた時にカラーが見える位置くらいまでぼかしながらアクセントで入れていきます。そのままブラシに戻って下まぶたのまつげの際にも黒目の中心部分にのみのせていきます。薄く発色させていくと白っぽいニュアンスのハイライトカラーにも見えるので、黒目の下に入れると自然なハイライト効果も出てとても可愛いです。はい、こんな感じで1つ目のメイクパターンが完成しました。1つ目のメイクルックでは高発色のマットピンクをしっかりと発色させて、目尻にダークグレーのカラーでほんのりと陰影感をつけた後、シーグリーンのサテン質感をアクセントに加えて明るくて華やかな目元に仕上げてみました。最後に重ねたシーグリーンのカラーは指でぼかしていくと意外とこんな感じで程よく白っぽいハイライトのような効果も出してくれるので、ピンクと組み合わせると柔らかい印象が引き立ってとても可愛いです。マットもメタリックもどの質感もしっとりとしているところがとてもいいなと思いました。引きで見るとこんな感じです。続いて2つ目のメイクです。まず3度のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。その後に高発色のマットタイプを重ねていくので、ベースはこちらのカラーで整えていきます。続いてタイダルをブラシに取って目尻を濃く上まぶたの黒目の中心までぼかすようにのせていきます。
ブラシに取ったものを手の甲で調整しながら塗っていくと、こんな感じでカラー調整もしやすくなります。このカラーとても素敵だったので、しっかりと発色させていきたいと思います。最後にホライズンを指に取って、上まぶたの黒目の中心にトントンとアクセントで入れていきます。そのままブラシに戻って、下まぶたの黒目の中心にものせていきます。はい、こんな感じで2パターン目のメイクルックが完成しました。2パターン目のメイクルックでは、今回のパレットの中でも特に発色が良かったマット質感のディープグリーンをしっかりと楽しみつつ、ベースにクリームのカラーを塗って調整したり、上からメタリック質感のルミナスピンクのラメをしっかりと重ねたりなど、カラーをなじませつつ使いやすいように調整しました。マット質感とラメのカラーを組み合わせることで、簡単なグラデーションですが、目元に立体感も出してくれます。大人っぽいですが、カラーも楽しめるようなメイクに仕上がったかなと思います。着てみるとこんな感じです。はい、ではこんな感じで、明日11月1日発売、レアミネラルフリデーコレクション2023からミネラリストオーシャンワンダーズアイシャドウパレットと、同時に発売されるチークパレットに含まれている一部カラーをご紹介していきました。レアミネラルのカラーアイテムは、なんといってもしっとりとしている粉質が魅力的で、チークもアイシャドウも乾燥が気になるこれからの季節にも安心して使えるようなしっとり感でした。そして発色もとてもいいので、しっかりとメイクを楽しみたいという方におすすめです。数量限定での発売となっておりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。